こんにちは、ひかりです。さあ、今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんお買い物動画の総集編です。よろしくお願いします。ということで、まずはね、仮面ライダーコーナー、入り口も入ってすぐのショーケースですね。もう行けばすぐわかる感じ。入ってすぐなんでね。このショーケースはやっぱり新しいライダー玩具が多いかな。最新のガッチャードね、ライドキミカードとか、あとここら辺が仮面ライダーギーツ1年前とかですね。リバイスとかね。最近系ですよ。のライダー玩具があって、でもクロスセイバーあるね。セイバーも最近だよね。で、セイバーのアイテムでも唯一と言ってもいいほど一般販売なのに値上がったクロスセイバーですね。で、ここら辺はビルド、ジオー。で、01か。01がやっぱかっこよかったし面白かったよね。キャラクターたちも魅力的だったしな。アルト君も良かったしね。で、ガシャットたち。ガシャットってやっぱ結構レアなの多いんだよな。で、ビルド。フルボトルでもね、2000円とか3000円とかあるんだね、そういうのね。レアなやつ。全然わからない。大体ね、わかるけどね、よく見かけるやつとそうでもないやつってあるから。で、ライドキミカードね。まとめ売り。ノーマルカードって扱いのやつなのかな。で、ワンダーライドブック、ガチャ食玩版ってなってますね。で、こっちデラックス版。書いておいてくれるとありがたい僕みたいな。でもね、ちょっとずつね、見分け方、結構コメント欄で教えていただいたりしてね、わかるようになってきました。で、これがね、これプレ版っぽいよねって思ってた。普通のね、短い方の、普通の動画の方でも言ってたんだけど、そう。で、こっちがね、当選品、ガンバライジング当選品のプログライズキーなんですよね。なのに858円、税込みって安いと思うんだけど、そんなレアじゃないのかなってことは。ね、それがちょっとわからないんですよね。そう、ということでね、今回総集編ってことで、プレミア公開もしてますので、ぜひプレミア公開中にご覧の方はね、どんどんコメントをチャットっていうのかな、そこを打っていっていただけると嬉しいです。そしてね、その後、プレミア公開の後に普通に見てる方もよかったらコメント欄にコメント書いていっていただけると、ね、全部目通しますって、あと、返信とかもね、できるときはしてるんでよろしくお願いします。さあ、これ、レイズバックルだっけ？仮面ライダーギーツのキーアイテムっていうのかな。コレクションアイテムとは違うのかな。なんて呼べばいいんだろう。キーアイテムでいいのかな。連動アイテムとかって言い方もするのかな。これハンマーって感じ見た感じね。こっちワンダーライドブック100円。これ割安感あるんだよな。もともと1個の値段がレイズバックより多分高いと思うんですよね。キバの世界観も独特だったな。あれ子供向けなのかな。どうなんだろう。子供向けじゃなさそうな世界観でしたね。平成初期ってあんま子供意識してないというか、あれでもよかったのかな。当時はあれしかなかったし、仮面ライダーあれしかなかったからね。これあれだ、恩獣剣スズメのやつじゃなかったっけ。そしてこっちがプログライズキー。かっこいいよな。この形で鍵っていうのがね、すごいよね。そっか。鍵でも最近の鍵だよね。なんていうのかな。電子の鍵っていうか物理的な鍵じゃなくて。01はね、本当に近未来って感じだったもんね。で、次のセイバーはちょっと、メルヘンな感じだったし。結構作品ごとにそういうのね、変わってくるから面白いですよね。デザイアドライバー。上の方にもね、箱入りがいっぱいあります。そう、仮面ライダー玩具はね、同じ商品を複数個買っちゃいけないってことになってますね。このトイプラネット藤岡店さんではね。買い占め防止なのか転売対策なのかわからないけど。結構ね、ちょっと前ぐらいからやっぱ外国の人みたいなグループが10人とかで来てて大量に買ってる様子とかもあったんで、
まあ自分たちの国に送ってそっちでまた売るのかなって感じで、まあそれはね、まあね、なんか外国で欲しい人多いみたいだからね、コメント欄でもすごいね、通販はやってないんですかとか、外国に送ってくれませんかとかいう方いっぱいいますからね。まあ欲しい人多いと思うよ。海外だと手に入らないものもあれば、入るけどめちゃめちゃ高いとかになっちゃう場合あるからね。これがさっきの温住券スズネだ。このね、温住券スズネになる人、一番最初にセイバーの方に戻ってきてくれたから好きなんだよね。こいつ最後までも、最後までじゃないの、ブレイズとこのさ、忍者のライダーってちょっと変だったよね。そうそう、このね、ナレーション、総集編は総集編でね、別に撮ってるんですよ。だから内容ちょっと変わってるんで、前の動画も見てよって人もね、ぜひこっちで見ていってもらえれば嬉しいなと思います。これ、ライドウォッチ。下の方は100円コーナーですね。クリスマスなのかな？そう、100円コーナーなんですよ。これエグゼイト色だね。黄緑とピンクの色ってなんかもうエグゼイドって感じだよね。もうディケイド。これあれかな、きらめきバージョンとかいうやつかな。これガイムね。ガイムちゃんと見たいんだけどね、今ね、あっち見てるんですよ。アマプラでね、ゴジラシリーズ、平成ゴジラシリーズを見てたりとか、あとは最近だとポケモンのアマプラでね、ポケモン見放題なんで、ポケモンの XY をまた1話から見てますね。前も1回見たんだけどね、もう1回見てますね。やっぱ、ポケモンはポケモンで感動あるからね。シトロン、ユリイカ、セレナが出てくるシリーズで、まあ初めてかな、初めてだよね、サトシがモテるみたいな。モテるっていうかなんていうのかな、ちょっと恋愛模様が入ってるっていうね。セレナの初恋の人なのかな、一応初恋の人がサトシってことになってて、ちょっといいんですよね。まあケロマスとか月光がも出てくるしね。月光が人気キャラじゃん、最近のポケモンの。やっぱ子供たち人気がすごいあるみたいで。を見てたりするんで、ちょっとね、そう、最近特撮だとゴジラぐらいしか見れてないんですよね。最近ちょっとやっぱね、マーベル系もあんまもう見なくなっちゃったんで、最近のシリーズあんまりなんで、そう、やっぱね、あとはまたね、見たいんだけど、戦隊ライダーとかも、ウルトラマンとか、まあ、ウルトラマンはまあ、アマプラにもあるんだけど、戦隊ライダーとかはさ、TTFC でほぼ見れるんだけど、今 TTFC 僕お休みしてて、一回解約してるんですよ。で、また入るつもりではあるんだけど、今ね、ディズニープラスとね、アマプラだけで時間がもう、TTFC まで見てたらもう時間なくなっちゃうんで、ちょっとね、TTFC をお休みして、また TTFC 復活するときには多分ね、あっち休むかな、ディズニープラスを。いつもそんな感じで、アマプラはまあ残しといて、みたいな感じで、ディズニープラスと TTFC はね、交互にこうやってた方が、無駄ないかなと思ってるんだけど、まあでもね、TTFC ってなんか、東映特撮ファンクラブってやつなんですけど、東映特撮作品のサブスクなんですよ。それね、なんかね、長く連続して加入してるとね、それだけなんか特典も確かにあったりするんだけど、まあそれもね、当たんなかったりするからね、なんか結構いろんななんか当たったりするじゃん。まあエキストラ出演権とかは全然いらないんだけど、まあなんかね、DVD が当たるとかわかんないけど、そういうグッズが当たるとかは欲しいけど、まあでも当たんないかなと、まあそれはまあ、なしにして、考えてます。はい。今ね、ブランクゴーストアイコンがあったね。ショートにも動画出したかな。TTFC ほんとね、いいですよ。便利。オリジナル作品はね、意外とね、オリジナル作品はそんなかなって感じ。やっぱり一番いいのは、普通の作品がもう昔のから今のまで見放題っていうのがやっぱり一番のポイントだと思いますけどね。
やっぱ今見たい戦隊はやっぱり爆上げ戦隊ブンブンじゃ見たいですけどね。お、これきらめきバージョン。まあね、ゴーストアイコンもちょっとね、古いアイテムにはなってくるかなと思うんで、壊れてないかを確認して買った方がいいと思います。そしてガシャット。で、こっちがフルボトルですね。フルボトルもね、レアなのあるってね、ショーケース見ると思うけど、まあこっちはまあ100円なんでね、100円っていうものがあるんだろうけど。そしてこっちには、こういうコーナー好きなんだよな。100円のこのミニトイというかさ、まあこれは指人形多いんだけど、龍騎サバイブね。まあ塗装省略がどうかってとこだけど。最近のはね、ちょっと省略がね、まあしょうがないけどね。この辺とかこれぐらい塗っててくれるといいんだけどな。きらめきバージョン。上の方にね、箱入りでかなりあったりするんですけど、さあ、そしてね、戦隊コーナーにも来ましたよっていうことで、こっちね、ロボット系のコーナーですね。まあ、箱割り、箱なしと、そして年代順に並んでますね。これ、ルパンカイザーセット。一応ね、データカードラスが欠品してるってことなんだけど、まあ、データカードラスだけでもどっかで手に入りそうだし、今そんなにみんな集めてないんじゃないかなと思うんだけどね。でもカードラスっていうシリーズはさ、未だに出続けてるよね。すごい歴史あるよな。ショートでもやったんだけど、なんか化けるんじゃないかとか言ってましたね、僕が。ドン桃太郎の、あれか。ミニプラね。ミニプラもうね、セットで買うしかないもんね。バラで買ってもってとこだからね。お店側ももうさ、中古だったらバラで売ってもってとこなんじゃないかな。なかなか売れないでしょ。100円でもなかなかバラじゃ意味ないもんね。セットになれば価値上がるけど、バラだと本当は100円の価値もないみたいになっちゃうのかな。まあ、それはなるわな。単体で遊べる幅少ないもんね。で、これ、キングオージャーのロボなのかな。キングオージャー、僕一応ね、最初の2、3話見たんだよね。雰囲気は分かったんだけど、まだまだちょっと見れてなくてね。今ね、ゴジラ対キングギドラを見てますね。未来人が来て、過去に戻って、みたいな話とかしてて、なんか怪しい行動を未来人がしてるんだけど、ちょっとね、まあ気になる感じで、まだ途中なんだけどね、ナレーションを撮っております。さっきまではポケモン XY 見てたんだけどね。キラメイジャーでゼンカイジャーで、ここ辺がルパパとかな。ルパン X、パトレン X のロボになるのかな。キラメイレッドのやつ。通過用だ。ねえ、リューコマンダーアイテムってほんと安いっていうか、なんかいっぱい、なんか一回投げ売りされたのかな、やっぱ。新品のおもちゃの状態で。まあ、竜帝王はまあ別としても、ねえ、なんか、杖もすごい安売りされてるし、今100円で買えたりするからね。お、獣王者のウェポンがやっぱいいよね。獣王者のウェポンは別にロボ持ってなくてもなんか遊べるっていうのが僕的には強いですかね。単体のおもちゃとしての価値があるというか、まあ遊べるんでね、価値というかまあ遊べるっていう意味ではいいですよね。おもちゃの街とかにも使えるし、これキューブいっぱい並べるだけでなんか獣王者の世界観表現できるからね。しかも獣王者はロボも良くて、まあ最初はね、確かに微妙かもしれないよ。四角を重ねただけじゃんってなるかもしれないけど、
いろんなロボが徐々にね合体して大きくなっていくじゃん。全合体もするんだよね確か最後は。まあ最後までいっちゃうとやりすぎなんだけど、最後の1個手前ぐらいが超かっこいいっすね。僕も前ね家で再現したことあってすごいかっこよかった。最後までいくとちょっとねなんかねなんかねって感じなんだけど、最後の1個手前ぐらいが超かっこいいっすね。ここら辺のやつね。あ、これねオリオンバトラー、黒いワニだっけ、あれ辺が割とロボになるところ辺がかっこいいですけど。サファリガオか。そうそう、特急ジャーももうなんか古い戦隊に入ってきてるっぽくて、なかなかこう完品で揃えるのも難しいし、値段も安くはなかなか売られないみたいな状況になってきましたね。ほんと数年前でもないかもう5年前とかになるのかな。僕がよくトイプラで爆買いとかしてた時はめっちゃ安かったけどね。ほんと500円で買えるのは当たり前で、安い時は2、300円で買えてたけどね。特急だっけ、特急じゃロボとか、まあ武器とか変身アイテムとかもちろん100円だしみたいな。必殺玩具もね100円で売ってましたね。バイソンキング忍者のロボはねもうねこの合体方式が秀逸だよね。よく考えたなって。すごい。ジェットイカロス、そうね、ジェットマンだよ。まあ現状品ってことなんだけどね。ジェットマンのロボがまだあるんかい。でこっちね、まあプラデラだからねすごい安い。プラデラってなんかさ、なんていうのかな、安いよね箱入りでも結構安いんだよね。で大獣人だっけ、10レンジャーはやっぱ海外人気とかもまだまだあるみたいでね。ザ・パワーレンジャーだもんね。でデジタンクが安かったんだけどアンテナ欠品でしたね。まあしょうがない、これ取りやすいパーツだから。デジタンクは電磁戦隊メガレンジャーが乗る乗り物というか、まあ、そんな活躍しないけどね。まあしなくもないけど、まあ重要ではない重要だけど、重要な時もあるんだけどそんな重要じゃない。まあちょっとまあでもまあ最後はねまあネタバレだけど博士の後ろで爆発するっていう悲惨な最後を迎えるねデジタンクですね。まあうわーって博士は無事だけどね。でこれすごいよね。ほぼ揃ってんじゃない？ゴロダ GT のパーツ揃ってるね。ソールも揃ってて後ろの赤いパーツもついててっていう。これ懐かしの銀河マンですよ。ギガライノス、ギガフェニックス。あれってさ対メガレンジャーの時にさ破壊されなかったっけ？あれどうなったんだろうね。もう再起不能なのかな。気になってます。まあ、銀河マン強いけどね。でゴーオンジャー、ゴーオンウィングスのまあ空飛ぶ道具だよ。まあ武器でもあるしね。で変身アイテムと合体できるんだよね。でまあそれがまあゴーオンウィングスの必殺武器になるのかな。おおすごい。ジェットマンですよ。これも当時物。多分売った人一緒の可能性あるけど、まあ一応ね顔ないけどね。まあだからジャンクで100円に投げ込まれてますね。こっちはターボレンジャーかな。多分完品じゃない気がする。これも多分っていうかまあもちろん武器とかはないんだけど足足りないかなと思ったんだけど、ターボレンジャーのロボってさ足のさ一番下って車じゃん。それない感じしたから多分欠品あると思って買わなかったんだよ今回。武器なくても他が揃ってれば買ってもよかったかなと思ったんだけどね。ちょっとね武器とかはさ最悪さいずれ 3D プリンターとかで作れそうじゃん。あれ塗装もいらないしさ、うまく作れたら作れるかもしれないけど、まあね足は難しいだろうね。まあプラスチックパーツとかでそんなに塗装も難しくないレベルのやつだったら 3D プリンターで復元できるからね。うまくそう 3D プリンターが手に入ればまあその時は動画にします。これね最近ね、まあ、ロボねそうソフビになってもちょっとね塗装処理がやっぱね目立つし、ロボのソフビってどうしてもね
どうしてももっさり感がすごいというか、もうもっさり感ってみんないいように言ってるけど、なんていうの、まあもっさり感正しいかね。赤ちゃんが遊ぶおもちゃなのみたいなで、白虎神拳、結構トイプラネットさん全店であるかな、割とある。で、シルバーブレイザー、メガシルバーの時ですよ。かっこいいんですけど、戦い遊びするとすぐ折れちゃうっていうか、こうね、曲がる方向の関係でビヨーンってなっちゃうんだよねちっちゃい頃よく遊んでたんだけどね、ちょっとそこが難点でしたね。かっこいいんだけどね。で、ガブテラのソフビはね、腕がちゃんと前足か、なくなってないことを確認した方がいいですね。取れやすいんでね、なくなってることが多いです。ブルーレーサーの当時物のソフビですよ。まあ、レッド以外って結構当時物しかない場合も多いからね。これクロノチェンジャーの副トイで、これなんかね、ボタンを押したりすると中でウィーンって回ってる感がすごいあって面白かった。振動感結構いいですよね。で、こっちの、これまあ武器関係とか変身アイテム関係も年代順に並んでるんでね、かなり探しやすいのかなと思います。で、レンジャーキー。なぜかね、シシレットいるけど、ソフビのね。オーレット。やっぱメタリックカラーになってるね。豪快ブルー。役者さんがね、結構、今の、人気俳優さんになってますし、乃木坂の西野七瀬と結婚したしね、びっくりだよね。レンジャーキーも、まだまだいっぱいある感じですね。ということで、ナーフコーナーを抜けて、ウルトラマンコーナーに来ましたよという感じですね。やっぱウルトラマンといえばソフビめっちゃありますよ。フック掛けで。怪獣ソフビとかね、ヒーローソフビがある感じですね。これなんだっけ、これコスモスの時のバルタン星人だった気がするんだよな。当時なんかバルタン星人セットっていうなんか箱売りのやつがあって、いろんなバルタン星人がこうちっちゃめのねソフビがあったんです。今でいう500サイズより一回り小さいか半回り小さいかぐらいの、それをね昔ね上野の山城屋っていうおもちゃ屋さんで親に買ってもらったのを覚えてますね。なんか好きな怪獣ソフビを買っていいよって言われたから、こうなんか普通に800サイズのを選んでたんですよ。でなんか持ってったのがみんなバルタン星人関係だったんですよね。を3つぐらい持っていったのかな。そしたらだったらこのセットあるよって言われて、こっちの方がいっぱい種類入ってるしみんな入ってるじゃんってなったんで、バルタン星人セットを買ってもらったのを覚えてますね。かなり遊んでた。それは気に入ってたね。バルタン星人なんかコスモスぐらいのそれ世代だったんですよね。でソフビとかもすごい出来良かったんだけど、コスモスは見てなくて、僕ねティガダイナの頃しか見てなかった。ティガじゃない、ダイナガイアかの頃を中心に見てたんで、ちっちゃい頃で小学生ぐらいに上がって僕の中での怪獣ソフビブームみたいなのが再来したんですよね。そんでまた買ってたみたいな感じで、コスモスの800サイズソフビとかも結構持ってたんですよ、怪獣系は。だけどどういう怪獣とか名前とかも全然足裏に書いてあるから知ってるぐらいな感じしかなかったんだけど、その時ね結構僕の中でブーム来てましたね。近所に昔ねおもちゃ屋さんとかもあって大きい、そこでね結構ね買ったりしてましたよ。そのおもちゃ屋さんが閉店する時に半額セールってなってウルトラ怪獣結構買ってもらった記憶がありますね。さあそしてこっちにもなんかいるかな。レッドキングいっぱいいるね。さっきバルタン星人とか、あとゼットンか。ゼットンやっぱ多いね。ゼットンが多い。ゴモラとかね、レッドキングとかも多いけどね。エレキングはそこまででもないかな。でもいるか。で、上の方にはちょっと大きいサイズの、ね、デラックスサイズとかなんかスペシャルなね、怪獣ソフビたちがいて。で、ここね、普通の動画でも言ったんですけど、休日に行ったんですよ。土曜日かなに行ったんで、子供たちが結構来てて、なんか遊んだ跡がありましたね。面白い。いいね。これワンショーかな ?SSSP って書いてある。タッコングで最近出たパワードダだね。
これはアルティメットルミナス。まあ、外れになるのかな。アルティメットルミナスね、どうしても当たり外れあるもんね。しかも1回500円っていうね。最近のガチャね、厳しいですよね。まあ、ガチャガチャってさ、なんか一見してすぐ値段の変化がわかるじゃん。しかもランダムだから結構厳しいですよね。500円で回すのに全くそれだけじゃ遊べないようなものとか出てくるガチャもあるからね。お、ガメラ。このガメラってね、わかるわかる。映画のやつね。カメラみんな映画か。で、新ウルトラマン。新ウルトラマンとかは結構安く今売ってることが多いですね。怪獣とかも含めてね。なんか新品のおもちゃ屋さんでも安売りしてることがあります。でこれなんだっけ、これセレビムだっけ、なんか最近のやつだよね。なんかさ、ムート的な値上がりするのかな。でもさすがに安売りされすぎてるからたくさん作られてて値上がりしないのかな。これはね、セブンのレンジャーキーみたいな。マックのハッピーセットなのかな。多分ね、超レンジャーキーっぽいですよね。そう、今ね、ムートのソフビがすごい値上がっててさ、当時ほんとおもちゃ屋さんとかでゴジラは売れてるけどムートは余ってる状態で、そう僕もその時ねゴジラとムートを買ったんですよ。一応対戦させたいから。多分どっかにうちまだムートあると思うんですよね。ムート今結構レアですからね、大事にしましょう。お、ラードン。このラドンやっぱかっこいいよな。頭ちっちゃくなったもんね。昔のラドンのソフビって結構なんかね、丸3とかが出してるようなやつとかって頭大きいじゃないですか。まあ顔怖いけどね。なんかファイナルウォーズ近辺とかすごかったもんね。怪獣いっぱい出たしね、ファイナルウォーズって。その中で欲しいのだけ選んで親に買ってもらっても1万円超えましたからね、当時で。当時まだ安いからね。それでも超えるってすごいよね、1万円。なんだっけな、モンスター X とかカイザーギドラとかね。で、その前の辺の年とかでさ、ね、キリュウとかバラゴンとかさ、まあそこでもすごい出来のいいキングギドラ。普通にノーマルのカイザーとかじゃない、普通のキングギドラ。ゴジラモスラキングギドラっていう映画があって、その時のね、キングギドラはね、過去最高の出来なんじゃないかな。まあ、もっと大きいキングギドラとかもあるけど、あのキングギドラは僕の中ではね、ヤマタノオロチのソフビぐらいね、価値ありますね。今もたまに中古屋さんで安くあるんだけど、結構角がトゲトゲしてるソフビなんで、だいたい角折れしてますね。そうだから単品で買うとなると結構今大変なのかなっていう。そしてここら辺がウルトラソフビですね。最近ちょっとね、僕の中ではゴジラ熱が高いんですよね。平成ゴジラをねまた見てるんで、またっていうかアマプラでちゃんと投資で見るのは初めてかな。ビオランテとかね、昔なんかちょろっと見た気もするけど、そうちっちゃい頃とかちょっとね、昔のゴジラの映画ってちょっと怖かった気がするっていうか、あんまりよく理解できなかったんですよ、話を。今はね、だいぶもう見れるようになったというか、まあ話もわかるんで楽しいかな。あと役者さんとかもね、なんかすごい有名な俳優さんとか結構出てて、例えば沢口靖子さんだっけとかね、今科捜研の女で有名なね、とか三田村邦彦さん、渡る世間とか出てるねとかも出てたりして、お、ウルトラマントリガーの変身アイテムかっこいいよね。トリガーね、トリガーやっぱいいよね。変身するあの人も好きだったもんな。で今ね、このルーブ降臨はすごい安い時期になってますね。ルーブ関係今ちょっと手に入りやすいかな。値段も安いし、まあ数も割と出回ってるっていう。中古屋さんっていうか、こういうトイプラネットさんとかね、処分価格になったりしてますね。特価コーナーにもあったからね。ガッツ。最近はもうガッツセレクトっていうね、新しいね、チーム名になったよね。これはまあ昔のガッツかな。ダイナとかティガの頃かな。ね、ダイナとティガが、ガッツで、ガイアはなんだっけな、ジオ、ガイズ、あれどっちだっけ。ガイズは違うか。ジオかなんかなんなかったっけ。 XIO って書いてジオみたいな。ガイアは当時ね一番ハマって、まあダイナから一応見始めて変身アイテムとかも持ってたんだけど、やっぱりメインはガイアだったな、僕は。
で、ガイアの次がコスモスなんだろうけど、コスモスはちょっと年がね、翌年じゃなかったから見てなかった気がします。一回終わったんじゃないかな。まあね、ゼアスとかってティガ前ぐらい、ティガ後ぐらい、ティガぐらいかな。で、パワード、グレートあたりはもうちょっと前かな。意外とね、そうそう、難しいんですよね。一応、平成3部作が、ティガ、ダイナ、ガイアというね。お、ここに噂をすればガイアもいるね。あ、ガメラだ。ガメラの映画ってちょっとね、グロテスクなシーンが多かったイメージなんで、昔見たら。ちょっと苦手なんですよね。ゴジラよりもかな。ゴジラグロテスクっていうよりもちょっとなんか、漠然とした恐怖はあったりするけどね。シン・ゴジラとか結構怖かったもん。僕、大人になってから見てるけど。やっぱ内閣総理大臣がやられた時とかびっくりした。って。デストロイヤーは平成になるんだよね。平成だよ。だから今僕ね、ゴジラ対キングギドラを見てる途中なんですけど、その後に出てくるのかな。そう、平成の2回目でもうビオランテだったんだと思って。ビオランテ強いじゃん。まあ、強いっていうかまあね、ゴジラ細胞がやっぱ入ってる怪獣は強いですよね、そりゃ。ゴジラは、なんだろう、恐竜で、ビオランテが植物でみたいな。動物対植物だから本当にもうレベル変わんないみたいな。で、対戦でも結局なんか見たら、なんか別にどっちが勝ったとかでもなくて、なんかね、微妙な感じですよね。なんかどっちが強いってあの映画じゃわからないよね。僕が見る感じ、やっぱビオランテなのかな、ゴジラかな。ゴジラってやっぱ強いじゃん、すごく。ねえ、ゴジラ強いんだよね。ビオランテは熱線は吐かなくて、なんかキラキラしたゲロみたいなの吐くから、あれがちょっとね、なんかどうなのかな、強さがってとこで。ゴジラってさ、なんかファイナルウォーズの時のゴジラとか超無双してたからね。だから、なんかメカゴジラとかで叶うのみたいな。いやでもさ、平成ゴジラの最初の普通のゴジラっていう映画あるじゃないですか。あれではさ、なんだっけ、スーパー X か。っていうさ、まあなんだろう、飛行船っていうかなんていうのかな、まあ戦闘機みたいなやつ、円盤型の、あれで戦ってて鏡みたいなの使ってゴジラの攻撃をこう反射するみたいなやってたけど、それすごいと思う、あの技術。スーパー X、しかもね、その次の年にはその進化版みたいになったしね。人類強いわ。ビックリマンの消しゴムですよ。消しゴムっていうかね、塩ビ人形か。金消し的なね、ビックリマン消しゴムみたいな。これ1個欠品があったんで多分安いっていう感じですね。こういうのはやっぱね、揃っててなんぼってとこもあるから、まあだから、1個でも欠品するとき価格がクッと落ちるっていうね。で、こっちが飲み物のおまけ、ペプシとかについてきた、リトルベアブリックみたいなストラップのついたやつで、僕も当時集めてて、いろんな映画のモチーフのベアブリックになってて、よくね、集めて遊んでましたね。おもちゃの街の住人とかにしてましたよ。さあ、仮面ライダーコーナーにまた舞い戻ってきましたよということで、秘伝01ドライバー。やっぱね、特撮作品っていうか、なんかもうね、面白いから、仮面ライダーとかもうね、子供が見ても面白いんだけど、大人が見るとより面白くなるみたいな、すごいよく作ってあるよね、あれね。で、逆に子供って面白いのかな、今の仮面ライダー。まあ、かっこいいのはかっこいいんだろうけど、クーガとかも僕ちっちゃい頃見てたんですけど、確かにストーリーが面白いっていうよりもなんか雰囲気で楽しんでるのプラス、あとライダーでやっぱねタイプチェンジとかしてかっこよかったなみたいなイメージ。なんか紫のフォームになった時のあの防御力の高さ、あれすごい今でも記憶に残ってるの。朝見ててさ、クーガ強えみたいな、もう全然攻撃効かなくなってんじゃんみたいななったし、なんかギルスのなんか殺傷能力高いし、 G3 はやっぱ弱いしみたいな、弱いけど一番かっこいいんだよね。で G4 とか出てきて映画でかっこよかったよな。 G3 どんどんかっこよくなっていくからね。しかも変身する要潤かっこいいしね。でもやっぱアギトなんだよな。アギトが一番親しみやすいというか主人公ね。で龍騎の時はね、なんだろう、もうライダーが多すぎて
なんかサバイブで感動した、なんかサバイブもかっこよかったかい、劇場版で。最後ナイトと一緒になんかサバイブになって攻撃する時とかかっこよかった記憶があるね。まあ、女性ライダーが出てきたことでちょっとなんか僕の中で衝撃とかはなかったんだけど、なんだろうね、龍家はでもまあ話暗かったかな、どっちかっていうと。でもまあライダーいっぱいで、なんかどんどん新しいライダーが毎週のように登場して、ガイとかさ、タイガとかさ、ね、ソルダとかもかっこよかったね。それでいいやつだったもんね。楽しかったですね。まあそこまでなんだけどね、僕ちっちゃい頃に見てたのはライダーは。その後ちょっとライダーから離れちゃって、戦隊からもそこら辺で離れたのかな、一回。リアルタイムでもね、アワレンジャーとか、デカレンジャー、冒険ジャーも地味に見てたんだよな。冒険ジャーまでかな。激レンジャーは全く見た記憶ないんだけど、まだね、冒険ジャーの頃とか、友達とかも結構その話とかしてた気がする。だからそこら辺一応見てましたね、当時も。激レンジャーは明らかに大人になってから見たからね。すげえ面白かった、激レンジャー。これはね、シフトカーの100円コーナーでね、さっきもやってたけどね、を見てます。僕的にはね、キーアイテムって別に音なんなくても全然いいんだけどね、こういうミニカーモチーフというか、これかっこいいよね。おもちゃとして全然さ、なんかミニカーとして遊べるじゃん、普通に。なんかトミカタウンとかに並べてさ、かっこいいよね。すごいいいおもちゃですよ。一番いいんじゃない？キーアイテムで、僕的には。だってロックシードとかって別にさ、人形遊びには使えないじゃん。ロックシードも人気だけどさ、あとゴーストアイコン。ゴーストアイコンもね、面白いけどね。まあでも、やっぱね、スイッチとかもそうね、人形遊びには使えないから、やっぱ人形遊びに使えるのは、やっぱこのシフトカーぐらいかな。メダルとかも使えないしね。ライドキミーカードはね、コレクション楽しそうだけどね。あと、場所取らないからな。で、指人形コーナー。まあ、ライダー玩具っていうか、ライダーソフビ一番揃えるんだったら、おすすめはやっぱ食玩サイズかな。でも最近食玩サイズ、まあ、最近ね、500サイズも出てるから、どっちがいいかなってそうなんだけど、仮面ライダーって別にあんま大きくなくても遊べるからいいよね。まあでもウルトラマンと合わせるんだと、最近戦隊もライダーもみんなサイズ一緒じゃないですか。そこでコレクションしていくのが一番、いいかな。で、遊ぶときもさ、戦隊ライダー、ウルトラマンが共闘できるからね、自分の中での遊びでは。楽しいんですよ。アギト。僕やってたのは、なんか、戦隊とかもハマったけど、スター・ウォーズにハマった時期があって、その時は、ライトセーバー代わりに、メガレンジャーのソフビの手とかにセロテープで、なんか、竹串みたいなのをつけて、ライトセーバー代わりに、色塗ってとかやって、ライトセーバー代わりにして戦わせてましたよ。セロテープで竹串をぐるぐる巻きにするとか、あとね、三国志にハマった時期もあって、三国志遊びをしたくて、関羽とか張飛が持ってるようななんかナタみたいなやつとかさ、刀とかそういうのをさ、まあね、ほんと割り箸とか竹串とかで作って、手にぐるぐる巻きセロテープでね。で、それを戦隊とかウルトラマンとかにつけて、三国志遊びしてた時、三国志遊びっていうよりもなんか、3チームに分かれた三つどもえ戦みたいなやってましたね。で、その中でリーダーがいて、その幹部がいて、部下がいて、みたいな。でね、シフトカーで一番おすすめなのは、なんかガチャポンかなんかで出てた、今のこれね、ミニカーが普通に出てたんですよ。これ、普通のミニカーだからね、すごい、いいと思いますよ。トミカとかと一緒だし。さあ、100円のソフビコーナーですね。これやっぱね、このリヴァイとバイスがね、今回揃ってたんだけど、ここら辺が一番僕的には遊びやすいかなって思うんだけどね。ただ外務の頃とかみたいに今いっぱい出ないからね、種類が。なんか全8種類とかなってもさ、なんか2体以外は全部レジェンドライダーとかで、昔のライダーの塗装省略版みたいな。
もう昔の持ってるけど、みたいなとこあるよね。あと別に、昔のライダーを登場させたいっていうのもあるけど、やっぱ今のライダーのさ、サブライダーとかを登場させたいじゃん。こういうのが装備化されるのはいいよね。これダブルの頃かな。ダブルの頃もまだ結構出てたのかな。で、これクーガのね、アルティメットフォーム。これはかっこいいね。まあ一応塗装省略はされてるんだね。さすがにね。なんか当時ね、僕このクーガのアルティメットフォーム気に入りすぎて、遊びすぎて金色の部分が剥げちゃって、なんかポスカの金色とかで自分でこう線引いてた気がする。懐かしい。超遊んでたな。お、これはオーズのね、リンリンリンのね、持つ部分の丸いやつね。で、こっちも100円コーナーかな。で、ここね、ベルト部分だけ売ってるっていう、まあ、パーツコーナーになるのかな。なんか、逆にベルトいらないって人も今いるんじゃないかな。バックルだけで遊べるじゃん、別に。ライダーベルトって。音聞くとかさ、その、ギミック楽しむだけだったら。実際に巻いて遊んでる大人ってまあまあ、動画撮るとかだったらあるかもだけど、普段はそんなでもないっていうんだったらね、いいかなと思いますけどね。バックルだけだと結構安く売ってるからさ。この前もエイムズショットライザーのバックルだけすごい安く売ってたもんな。さあ、こっちも100円ソフビで、ね、棚が2列に並んでるんだけど、前も後ろもこうあるんですよ、100円コーナーが。あ、ギルスね。そうそう。たまにこういうところにね、戦隊の怪人っていうか敵の、なんか幹部キャラとか、戦闘員とかのソフビが混じってたりして、僕とかね、ニンニンジャーの敵の戦闘員とかね、まだ一体も持ってなくて、あんなのいくらあってもいいじゃないですか。結構敵戦闘員とかは100円で売ってたら買えますね。100円以下目安で結構敵戦闘員は買ってます。お、普通のクーガ。あ、これはね、あれだね。ドライブの時の敵のボスっちゃボスかな。まあいいやつになるけどね。なんだっけ、アンクじゃなくて、アンクじゃないや。なんだっけ、名前が出てこない。さっきは出てきたんだけど、さっきってか、前回普通の動画の時はね。シャイニングプログライズキー。これプレ版かな。そう、これにもね、ショーケース地味にあるんですよね。最近できた棚の中腹のショーケースです。結構映えるから好き。見栄えが楽しい。でも実際買うのはそのショーケースの中じゃなくてこういうとこから買うみたいなね。でもね、トイプラネットさん、僕が結構言ってるんだけど、動画とかでは、ショーケースの中に結構掘り出しもありますからね。プレ版のアイテムとかだからショーケースだけど、ただプレ版の、なんか定価より安いみたいなことも結構あって、プレ版で買うより安いじゃんとか思って、欲しかったアイテムがプレ版より安く手に入るみたいな時もあるし、まあ値上がるものもあるから、それはまたね、相場次第なんだけどね。僕もね、サーベラとデュランダルのね、変身アイテムというか、剣っていうか、まあ武器というか、あれプレ版で買ったんだけど、もちろん定価でね。あれとか、特にサーベラとかかなり値下がったもんね。なんでそうなるのって。マッハドライバー。マッハドライバーはね、安売りされなかったベルトですね。まあ、わかんない。場所によってはされたかもしれないけど、わかんないけどね、そこは。でね、V バックル。龍騎のベルトって V バックルって名前だけど、あんまバックルで変身ってイメージじゃないよね、龍騎はね。で、クーガじゃなくてアギトね。クーガとアギトって異常にデザインに似てるからね。結構間違える人も気持ちはわかります。僕はさすがにね、当時を見てるから間違いないんだけど、今間違えて全然話だけど、今は言い間違いね。そう、言い間違いと本当に知らなくて間違える時あるから、その点はね、もう見てる方にはご了承いただきたいなと思います。でね、ここね、ガンバライドですよ。このバーコードついてるカードはね、今のガンバレジェンズの1個前のガンバライジングのさらに前なんですよ。僕ね、ガンバライド実はね、中学の頃友達に付き合いでプレイしたことがあって、当時はそんなに僕、仮面ライダー、まあ嫌いじゃないけど、そんなに見てたりしてなかったんだけど、結構周りとかの男子とか、結構見ててさ、弟とかがいたりすると特に見てる子多くて、ガンバライドか。ちっちゃいんですよね、画面がね、今と比べてね。
やったんですよね。で全然キラカード出なくてなんか悔しかったの覚えてるわ。さあということでね、スーパー戦隊シリーズのコーナーに戻ってきました。こっちはね、変身アイテムとか武器系のコーナーです。お、ドンブラザーズがすごい並んでるな。あ、これね、動画の方でも言ったんだけど、豪快通過ユニットなんだけど、これね、なんか、レンジャーキーとかなんかユニットが入ってるだけなのかな。で、本体はないんだけど、本体の部分も、プレ版のやつ、ショーケース、この藤岡店さんのショーケースにありましたよ。ほら、こんな感じで、追加戦士たちの、豪快時より全然後の最近の追加戦士たちのレンジャーキーが入ってたんだね。結構同じのもいくつもあるんだな。あ、これドンブラザーズね。そして指人形というか救い人形みたいなね。結構さ、お祭りとかの人形救いみたいなところをよく見るとさ、昔からの売れ残りとかが入ってて、今日行ったお祭りのその人形すくい1回500円で3個まで取っていいってやつだったの。なんかすくい意味あんの？なんか3個も選んでいいみたいな。そことかもなんか古いストリートファイターのなんか塩ビ人形のなんか色ついたやつみたいなのとか、あとはなんだっけ、なんかグランセイザーみたいなやつの指人形とかが浮いてたりして、まず普通にゴーカイザーとかもあったし。そうなんで、なんか最近のじゃないのが結構ありましたね。そしてこれがテンソーダーだっけ、ガチャってやつね。さっきの豪快セルラーだっけな、ちょっと名前覚えてないな。リュウソウルってなんかレンジャーキーっぽいよね。鍵ではないか。ソウルだから違うか。鍵モチーフって他にもなかったっけ、レンジャーキー以外に。こっちはギアだよね。ギアをモチーフみたいな。でも仮面ライダーが今年トレカモチーフというか、まあね、キーアイテムがトレーディングカードってことなんだけど、まあ予想通りっていうか、そう来るよねっていう、このトレカブームに乗るしかないでしょみたいな。これはね、ハリケンジャーのキーアイテムっていうのかな、やつ。今トレカすごいね、ブームというかがあったからね、ポケカでね。今もでもなんかユニオンアリーナとか意外と踏ん張ってるし、ここね、さっきの豪快シルバーの変身アイテムあるよって言ったやつね。そう、ユニオンアリーナが意外と今踏ん張ってるかなって感じで、遊戯王とかね残ってるし、デュエマはちょっと今あんまり聞かないけど、ポケモンカードがだいぶ今買いやすいというか、もうパック開けるよりも中古屋さんで買ったりオリパンみたいなの買った方がいい時期かなと思います。はい。でね、エンジンソウル、リュウソウルとエンジンソウルがあってね。で、奥にね、よく見るとね、携帯座があるんですよ。しかも当時物っていうね。やば、テンション上がる。僕も当時物の携帯座持ってたんだけど、なんか間違えてね、一人暮らしで実家離れた時にね、捨てられちゃったんだよな、多分。だからないんだよね。プラス、その後、大人になってから、プレ版の携帯座は買い直しましたよ。トイプラネットさんのショーケースで売ってたやつ。確かここ藤岡店で買ったんじゃないかな。どっかのトイプラネットで買ったのは間違いないですね。これ01のギアですよ。戦隊ライダーはもうね、コラボというか当たり前のようにね、もう最近すごいよね。昔はさ、1個前の戦隊がゲストで出るっていうなんか VS シリーズあったじゃないですか。メガレンジャー対カーレンジャーみたいな。あれ始まったのはオーレンジャー対核レンジャースタートかな、ちょっとわかんないんだけど、多分そうだ、僕が知ってる範囲ではそうなんだけど、それがすごい貴重だったのに、今もういろいろね、スーパー戦隊大集合みたいなやつが結構あるからね。しかも仮面ライダーも大集合したり、
プラスメタルヒーローまで出てきたりとかさ、すごいことになってるからね。まあそれもやっぱ TTFC とかあるのは強いよね。で核レンジャーとか最近当時の役者さんがまたさ再集合してね新作を作ったりとかね。ここね特化コーナーっていうコーナーなんですけど、まあ普通に販売してたやつがまあ在庫の量とかまあなんか状態とかでなんか安売りで値札をこうね上に重ね張りされてこう売られるっていうコーナーになってますね。このコーナーがねまあ昔から割とおすすめだよとは言ってるんだけど、最近特化コーナーがあんまりない店舗とかねタイミング悪いとあんまりって時もあるんだけど、200円とかまあね昔は結構100円が多かったんだけど、100円以下っていうのはないんだけど100円が多かったんだけど、まあ最近は180円とか198円が税込みっていうのも多いですね。まあここら辺は100円かな。今回良かったのねルーブコーリンかなんかが100円だったんだよな。まあこれのね重要キリンが100円っていうのもすごいおすすめなんだけどね、本当は。これ100円なんですよ。110円税込みでも。まあちょっといいかなと思いましたね。あ、これ418円。そっか。昔はね結構100円コーナーって感じだったんだけどね。最近100円じゃないのはかなり多くなってはきたかな。なんか武器とか変身アイテムとか100円均一みたいになってた時期あったんだけどね。これとか結構いいんじゃないかな。デラックス日輪刀だっけ。こっちがいいと思う。パーツ揃ってる感じだから箱だけないね状態で100円っていうのはまあ鬼滅好きな人はいいんじゃないですかね。あ、これね竜奏者のねこのなんていうの竜奏チェンジャーでいいのかな。この辺はベルト止めがないってことなんだけど、でも100円ならでこの辺の強化アイテムまで100円っていうね、お得度は高いのかなと思います。でパズドラねいろいろ出したよね。パズドラすごかったもんね。もうマックス村井さんとかも勢いすごかったからね。ゲームセンターに筐体とかモンストとかパズドラとかできたりさ、グッズもいっぱい入れてね、すごかったね。鬼滅の刃のフィギュアはもうね500円を切るんですよ。キューポスは当たり前に300円とか当たり前みたいなね箱はあっても、ほらこういうのチェーンソーマンとかももう500円切ってますからね。そうスパイファミリーとかも今買いやすいかな。鬼滅のセピアカラーのこういうフィギュアとかはねそれはまあ300円ぐらいになるんだけど、でこれスパイダーマン2のボックスなんですよ。これなんかデスティニーボックスらしいです。まあディスクに傷があったりとか状態なんでだから100円でこう売ってるよっていうね。アニメも入ってるんだっていう。これよく見るんだよな。一番くじの B 賞の食べっ子動物のやつですね。一番くじもね売れ残ったりするのは売れ残るからね。最近ヒロアカの一番くじがイオンでラストワン賞のオールマイト残ってるのになんか1回330円になってました。これナイトメアビフォークリスマスのジャックの顔がねだいぶ決まんじゃったんだよね多分。日の光か経年劣化かでだから安く売ってるよっていう感じかな。これ鬼滅の時計100円だよ。このサイズがUFO キャッチャーの景品かな。3D ドリームアーツペンも当時ね結構売り出してたけどねってとこだよな。なかなかうまく完成させるのは難しかったのかな子供たちには。でこういうねディズニーのポップコーンバケツとかバケットっていうのがもう定価結構高いんだよねあれね。ディズニーで買うとねでもそこで買うからいいんだけどね。もう300円か。これとかも昔ね100円で売ってた時期もありましたね。トイプラネットさんの特化コーナーね。これはコナンのなんかカードの人狼カードゲームみたいなやつか。でシルバニアファミリーのお家現状品ってことだからこれに塗装を加えたり改造を加えたりしておもちゃのお家作ると楽しいんですよね。僕も家片付いたらやりたいよって感じです。はい。
ダッフィーもいたね。さあそして、こっちに来るとフィギュアコーナーです。箱なしフィギュアにね、ドラゴンボール関係を中心に見てきたわけですが、この感じで、これ悟空、孫悟空、上半身裸というね。これはご飯かな、子供の頃ちょっと大きくなった。セルのあたりかな。セルゲームあたりだと思いますね。で、これね、ソフビなんですよ、ベジータ。300円だったし、欲しかったんだけど、ちょっと塗装がね、だいぶ剥げたりしてて、なんか歴戦の跡があったんでね、今回はスルーしました。なんか、この悟空もあるんだけど、なんか、悟空のソフビでもレアなやつってあるみたいで、なんか限定品みたいな。あったみたいですね。もっとメタリックだっけな、なんかこれとは違うんだけどあったみたいですね。最近ツイッターっていうか X で見ました。でカメハメハのね悟空、まあまあできんじゃないかな。吹雪竜巻とかも今ね結局安いんだよな。当時から安くて、もうこれ以上下がんないだろうと思って買ってたけど、なんか下がったね。これ最近の一番くじのホークス。これ結構安いと思うよ、この値段なら。最近のやつだからね、羽がないね。ナイクはないんだけど、まあ復活する前で。最近のシーズン6だっけ、7だっけのラストの方ですね。黒デク編ぐらいの時のホークスかな。ゴデンクスじゃない？ご飯どっち？ゴデンクスか。のスーパーサイズか。多分あれソフビだと思うんだけどね。爆豪少年。でね、実写版のワンピースが最近あって、それの、これはね、あるんだけど、どんだけみんなが欲しいかなっていうね。例えばポケモンカードの実写の吉田警部補っていうカードがなかなか値上がんないですね。僕結構持ってるんだけど。さあそしてここヒロアカフィギュアで、こっちに来ると鬼滅みたいなね。ヒロアカやっぱ今結構いっぱいあるし安いしって感じで、雷くんとかは特に安いね。でミリオンも安いのあるけど、このオールマイトは割と最近のやつで、オールフォーワンとも戦ってる時のなんだっけ、何市だっけな、その町の名前忘れたけど、とにかく街中で戦った時のやつね。爆豪少年を取り返す時にこう戦ったんだよ。もうラストバトルみたいな。八百万ももちゃんね。下の方にミルクもいるな。このいい賞のミルクって初登場だっけな、フィギュアでは。最近はちょこちょこね、他のもあるけど。最近はね、スターストライプがラストワン賞。A 賞だっけ、ラストワンだっけであったよね。言ったはずだ。孫悟空を倒すためだと。A 賞に16号なんだっていうね。で、ピッコロと悟空かな。タオパイパイもいるんだよね、実は。ドン。なんかドンって書いてある。ドンカードみたいな。かっこいいな。これよくできてそうな感じするね。このパッケージだけどさ、フィギュアって最近パッケージもやっぱみんな飾るから、パッケージに力入ってるからさ、パッケージ捨てられないですよね、普通は。最近僕捨てるように心がけてるけどね、できれば。もう場所取っちゃうから。だから最近ゲットしたサタンとトランクスは箱捨ててますね。ただ、一番くじのベイマックスの A 賞はまだ開けれてすらないです。なんとなく。早く開けないとな。ここかっこいいね、トランクス。これもかっこいい。やっぱよくできてる。そう、最近安かったので言うと、安くなってるっていうかおもちゃで、
ご当地怪獣大図鑑みたいな500円ぐらいする、フィギュア HD シリーズみたいな感じの、HD シリーズで大きいか、前ガチャガチャでも出てたんだけど、ボックス販売もしてて、箱売りみたいな、箱で550円で売ったりもしてたんだけど、それが110円に値下がってたんで、2箱買ったんですよ。はい、そしてウードンと社長コングのシルバーバージョンとノーマルバージョンがあって、ノーマルが当たりなんだけど、僕的には2つ買ったら重さ違うから、ウードンと社長コングっていうのは分かったんだけど、そしたらね、まさかの両方ともシルバーカラーでした。だから売り残してたのかな。売り場に残り2個しかなくて、イオン系なんですよ。イオン系で買ったんですけど、そう、イオンのなんかなんていうのかな、特価コーナーみたいな、それこそ特価コーナーみたいなところで買ったんですけど、今ね、駿河屋とかでもね、この全種セットが700円とかで売ってますね。なぜか値下がってるんですよ。当時すごい話題にもなってたし、550円で買った人も多かった。550円とか500円とかで買った人も多かったと思うし、僕も確かね、ウードンも、社長コングも持ってたっけな。社長コングとウードン多分両方持ってた気がするんだよな、当時。今もどこにある。だカラーバージョンはね、社長コングは持ってた気がする。ウードンは持ってなかったかな。ウードンは僕ね、装備持ってるから多分いらなかったのかな。もうベアブリックだね。社長コングはソフビ化されないのかな。最近ね、デザフェスとかね、あって、なんかすごい、みんないいソフビいっぱいゲットしてますよね。ツイッターとかで見てると楽しいですよ。なんか土偶みたいなキングジョーとかすごいかっこいいし、あとなんか反骨ゴジラみたいなやつとか超かっこいいし、そういいよね。最近ね、ゴザウラってソフビ、僕結構動画で紹介して結構遊んでたお気に入りソフビだったんですけど、ゴザウラはね、もういいかなと思って、そろそろコレクションのなんか整理も兼ねて、ゴザウラはね、メルカリに出品したんですよ。でもう売っちゃったんですけど、その代わりにね、また新しく買えるっていうね、メリットはあります。どっちがちょっと後悔もしないので、あれね、塗装が剥げやすいからね。あと折れやすかったりもするから、ちょっともう管理が怖くなっちゃって、もう十分遊んだし満足いったからいいかなと思って売ったんですよ。ちょっとね、もうちょっと丈夫になってたらもう一回買い直すかもしれない。でも前みたいに定価15000円とかでは出ないよね、塗装済みがね。これあれじゃないですか。なんだっけ、食玩のやつだよね。中身揃ってるんですよ、これ、パーツ。これは結構、レアでもないんだけど、レアではないけど、珍しいって感じ。レアなものと珍しい、なんかレアで高額になってるものと珍しいものってちょっと違うじゃん。ニッチなものって別に価値はないかもしれないけど、探しても全然見つかんないみたいな。そういうものもあるからね。これとかもね、骨骨ザウルスね、中身だけだけど完品だからね、説明書もついてて、これが100円コーナーにこうあるっていうのは、スーパーの安売りの最安値ぐらいになってるんじゃないかな。スーパーもさすがにね、骨骨ザウルス最近100円になかなかしないからね、半額とかにはなるけど。いや、ジロベエとかね。ハンギョドンじゃん。で、ヤッターマンとかに出てきたっけ、タツノコプロの豚だよね。よく見るやつ。やっぱこれソフビっていうのも僕的にね、コレクション要素だし、なんか遊びやすそうでよかったんだけどね。このベジータ欲しかったんだよな。でもちょっとね、状態がね、ちょっと悪かったからやめたんだよ。いや塗装し直すって言っても顔とか結構難しいからな。悟空はね、値段もちょっとね、100円ぐらい高いし、悟空はまあいいかなと思って、そんなに悟空は集めてないんで、どっちかというとベジータが欲しい。だからまたソフビシリーズ、ドラゴンボール出し始めてほしいんだけど、ピッコロとかさ、クリリンとかも。ゆくゆくはサタンとかね、ヤムチャ、
天津飯とか出してほしいですね。そうそう、本とかも売ってるんですよ。まあおもちゃ関係、ゲームの攻略本とかおもちゃ雑誌とか、あと子供向けの特撮本とか、そういうのが多いんですけど、あとアニメ本みたいなやつとかね。つまりそういうのも買い取りを一応してもいるのかな。だからあるんだろうね。そういうのね、本類もちょっとはある。ちょっとでもないかも、結構あるんですよ。一つの棚ぐらいは。でね、最近僕のチャンネルではあんまやらないんですけど、レトロゲーム関係もね、充実してますよ、もちろん。なかなかね、うちのチャンネルレトロゲームね、こう、見てもらえないんでね、って感じで、今おもちゃ中心になってます。で、ドラゴンボールのスーファミと。はい、ってことで、総集編、今回もありがとうございました。おもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さん編でした。ね、この動画良かったなと思っていただけたら、チャンネル登録やコメント、評価ボタンを押してください。説明欄のリンクも見て、リンク踏んでいただけると助かるのでよろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。